はい、かよです。今日のテーマは五感を意識的に使ってリラックスしましょうということで、私たちの大切な感覚器官、視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚、足もですね、この情報を感じ取る五感なんですけれども、人によって感じ取りやすい部位が異なってくるんです。私たちがね、普段生活していく中でいろんなことが起こります。で、その外の状況に対して自分がこの五感から受け取った情報によって心が乱されたりね、さまざまな感情を生み出しやすくなってしまうんですよ。で、私もいろいろ生活の中で試してみてるんですけれども、今日はこの私なりのその3タイプの刺激が入りすぎてしまった時のおすすめのリラックス方法っていうのをお伝えしていきます。主に3つのタイプに分類される脳タイプとしては、1番目、視覚からの情報を感じ取りやすい人、目ですね。2番目は聴覚からの情報を感じ取りやすい人。3番目は視覚や聴覚でもなくて嗅覚や味覚、触覚、また体から感じ取る部位、体感を使って外からの情報を感じ取りやすい人、この主に分けて3つの部位に分かれるんです。さあ、あなたはこの3つのうちどれに当てはまりそうですか？その敏感な部分っていうのは日によって若干変わってくるので、今日は視覚からの情報にちょっと反応しやすいなとか、聴覚からの音に敏感だなとか、ご自身でその違いは感じてみるのも面白いと思うんですね。でこれらの敏感な部分、情報に反応しすぎて刺激が強すぎてしまうと、その部分が疲れやすくなるんですよ。なので定期的にその部分の刺激を和らげる行為を日常の中に取り入れてほしいんですね。で、今日私がご紹介したいのはこの3タイプ別、先ほどお伝えした3タイプ別ごとのおすすめのリラックス方法っていうのをシェアしていきたいと思います。まず最初の1番目、最初は視覚でしたね。視覚の感覚が優位になっている時っていうのは、目から入る情報が乱れていると刺激を受けやすくなるので、さあどうしたらいいですか？そうですね、視界に入るもの、自分が置かれている環境ですね。自分が置かれている環境っていうのは全部情報が入ってきます。ここの部分を整えてあげる。いろいろありますけれども、片付けたり、片付けるのが苦手な方はボックスとかバスケットを1個用意して、その中に入れる。でそれをしまう。そうすると自分の視界から乱雑な状況っていうのが入ってこないですよね。テーブルの上だけでもいいですよ。テーブルの上だけでもすっきり片付けてあげる、そうするとほら、よく言うじゃないですか。見ているものとその脳の状態は同じだと。見ているものがすっきりした状態であれば、思考やこの頭の中っていうのもすっきり整理されていて、情報がまとまりやすくなると。で、反対に乱雑な状態に身を置いていると、頭の中もぐっちゃぐちゃだから自分が目にするものっていうのは刺激が多すぎないように、そしてなるべくすっきりとした状態で保っておくことで、自分の目から入ってくるたくさんの情報を、特に散らかった状態のものを自分の目から入れすぎて疲れさせないということが大事ですよね。このように目から入ってくる情報に気をつける必要があるので、目に優しい絵を見てもいいですよ。絵とか雑誌で自分が美しいと思える景色を見たり、あとは近くに美術館とかある方はそういったものを見に足を運んでもいいですし、その場で目を閉じるだけでも
いいですよ。こうやってね。あと手をねこうやってこすってって言います？大丈夫ですか？さすってか。手をこうさすって熱をこう作ります。作ってでこの手のひらを目の上に、目を閉じたままですよ。目を閉じてこの手のひらを目の上に乗せてあげる。自分が作り出した熱で目を温めてあげるっていうのも気持ちいいです。あとね、空をこう見上げるのもいいですよ。もともと自然界に存在しているもの、木や土、あとは空、ね、そういった鳥さんとか動物、そういったものでいいんですよ、ね、自分の目から入れるもの、目から入れる情報、なるべく自然なもので自分が美しいと感じるものを情報として入れてあげると、目もリラックスできると思います。今はもう見渡してみると情報だらけですので、知らず知らずのうちにたくさんの情報が目から入ってきます。看板とか広告、ね、そういったものがどんどん入ってくるともう脳がパンクしちゃうので、適度に休憩を取りながら上手に付き合っていきましょう。ちなみにね、私は脳のパンクを防ぐためにネットのニュースっていうのはもうほとんど見なくなりました。たまにね、やっぱりどういったことが今日本で起こってるのかなっていうことで見る時もありますけど、見ても1ヶ月に 1,2 回ですかね。それぐらいしかもうニュース、ね、ヤフーニュースでバーンっていろいろ出てくるでしょ。そういったものはもうほんと1回か2回しか、1ヶ月に1回か2回という制限を自分に設けて、私が受け取りたくない情報とかそういったものね、やっぱりどうしても視界から入ってくる情報っていうのは自分の潜在意識に入り込みやすくなるので、もう自分から見ないという選択をしています。で、聴覚からの感覚が優位な時は、自分のね、ほら嫌いな声とかあるでしょ、ね、嫌いな音とか、ほら苦手な声とかないですか？女の人って結構男の人の声って結構大事だと思うんですよ。で、そういってちょっとこう受け付けない音だなとかね、そういったのが入ってきた時に乱れやすくなります。聴覚が敏感になりすぎてるなって感じる時は、耳心地のいいオルゴールとかあると思うんですよ。水の音だったり滝の音、水と滝は一緒ですね。私はちなみにね、ネイティブアメリカンフルートとかドラム、こう自分にエネルギーを上げたい時はドラムの音を聞きます。タンタ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 ンって。で、そういったものを聞いたりね、自然の中にあふれている音を聞くだけでも全身がこう現れているような感じになりますよね。ご自身が好きな歌あると思うんです。歌とか曲で、こういったものを聞いたり、または自分で歌ってもいいですよ。で、歌ったりしてコンサートとかに出かけるのもいいんじゃないですか。自分がやっぱり好きな音を聞いているとすごくなんか安らぎますよね。で、そういった感じで、耳から入ってくる音をね選んで、自分の声を聞いて、この音好きだなとかあると思うので、そういった感じでね、あなたの好きなもの、あなたの耳が喜ぶものを探してみましょう。で、3つ目の体感からの感覚が優位な時っていうのは、ね、体が受け付けない匂いとか、食べ物だったら食感、またはね、人とこう歩きながらこうぶつかった時になんかってなる時ないです？そういったのが敏感になりすぎると乱れやすくなっちゃうんですよ。だからこの敏感な部分が過剰に反応してしまうと、そこにねストレスを感じてしまうので、心や体を落ち着かせるためには、そのあなたが反応しやすい部分ですね、敏感な部分に刺激を入れすぎない生活を心がけることが
大事です。最後は体感で情報をね感じ取りやすいなと思った時は、他人と距離が近すぎて、ゴミゴミしているところや人とぶつかりやすい場所へ行くのを避けたり、そういったところからまた自然ですよ。海とか山へ出かけて砂とか砂を触ったり、木にこうねハグしたり、あとガーデニングもいいですよね。手で土にこう触れることで土からの温かさや、少し湿った感じを手から感じ取ったり、または先ほどの砂、ビーチとか砂浜に行って素足で、歩くことで足から砂の感触とか、またはちっちゃい石ころがあったらその石の上に足を置いて石のデコボコした感じとか、気持ちいいですよね。でも石の上に足をこう置くと、そういったものをあなたの体の部位から感じ取ってみてください。嗅覚からだったらアロマを焚いたり、またはオイルをつけて匂いを嗅いだり、あとは肌触りのいいもの、自分で触って気持ちいいなっていう肌触りのいい毛布やタオルとか、あとぬいぐるみでもいいですよ。そういったものを抱いて感触を感じる。味覚だったら自分が美味しいものを食べたりすることで舌が喜ぶと思います。いろいろあげるとキリがないですが、自分の体や心が喜ぶものっていうのをいろいろ試してみると分かってくると思うので、これ頭で分からないので、このお腹の部分がうわーっとなるのが分かるんですよ。で、そういったものがあなたにとって大切なもの、あなたに必要なものなんですよ。この自分の中から湧き出る感情を汲み取れるようにいろいろご自身でやってみて見つけてみてください。日によって反応しやすい部位っていうのは変わってくるんですが、このリフレッシュ方法をその時々によって使い分けてあげると、心と体が休まっていってストレスもとろけるように流れていくのが感じられます。まずはあなた自身のことを分かるためにも、自分が喜ぶものを見つけることが大事です。私もいろいろ試しています。もしあなたの五感が喜ぶものを見つけられたら、私にもシェアしていただけると嬉しいです。それでは最後までご覧になっていただきありがとうございました。また次回に。チャオ。この間出した私の初電子書籍出版、たくさんの方にご購入いただき本当にありがとうございます。いろんな写真を織り交ぜながら私のアメリカでの闘病生活を綴った日記になります。その辺の真面目な日記じゃなくってちょっとクスッと笑えるような内容にもなっていると思います。本当にたくさんの方に読んでいただいて感謝しております。また概要欄に詳細は載せておりますので、ご興味あられる方はよかったらチェケラーしてみてください。